全然使えねえクソルアーだって言ってたじゃんこの地域のブルブルサポーター来るんで、いや俺こんな自然現象初めて見た。最近調子よしです。はい、こんにちは、村岡正則です。今日はですね、ビッグベイトシーバスにやってきました。でここはとある小さい川なんですけど、今回明日から3日連続でボートシーバスビッグベイト便に乗るっていう予定をしておりまして、前日入りしたんですけど、道具はねそういうものしかないんで、今日はこれがタックルボックス島根バケツですね。こんな感じでちょっと鬼怒川さんの見て作ってみました。ちょっと大型ルアーで楽しんでみようかなということで、タックルはメガソールですね。メガソールに IMZ です。今回の旅の同行者はデートキャストも上手くなったまるみちゃんです。よろしくお願いします。今回もいい旅にしましょう。はい、頑張りましょう。今日はおかっぱりなんで、なんか一本目指して、まだ釣ったことないんですけど、それを目指そう。はい、頑張りましょう。じゃあ最初ゼッパーですね。ゼッパー140あたりでやってみようと思います。流れが全くない。水を動かしていった方が釣れそうですね。ゼッパーもね、めちゃくちゃ水を動かすルアーですけど、もうこの城にねついてて、ちょっと食い気が立ってると強いルアーですけど、こういう静かな状況でスイッチ入れるには動きが足らないのと、釣れる動き出すためにそれなりに速く巻くんで、スピードが合ってない気がしますね。先発しといてなんですけど。はい、じゃあルアー買います。ハマさんのアルゴ160ですね。アピアハマさん開発。今日は朝7時発の飛行機でこの地域来たんですけど、昨日朝4時ぐらいまで銀座で久々に夜更かししました。ちょっとお呼ばれして久々来いよって言うんでコロナ後久しく会う人たちと飲んでましたね。銀座にね、あれ何丁目かな、5丁目かな、水郷亭っていうですね、水に響くと書いて水郷亭っていう洋食レストランがあるんですけど、朝多分5時か6時かぐらいまでやってるんですけど、最後そこにたどり着くのがそのメンバーのいつもで、お店の中にでかい水槽がいくつもあって、いや海なんですね、自分にとっては。銀座のあれ地下2階か3階かに突然こう海が待ってるみたいな感じで、自分が一番活動してる海っていうフィールドの真逆が銀座の街中みたいな人生だったんですけど、そこに突然海が現れるっていうのと、若い時30代だから今から20年前ぐらいはよく行ってたんで、その頃のね、こうギラついてる自分だったり、いろんな欲にまみれてる自分だったり、多分行くのは十何年ぶりだったと思うんですけど、改めてこう懐かしいような恥ずかしいような青春のような、そんな思いでその時間を過ごしてたら、もう朝3時で5時にねちょっとナルをピックアップして空港向かわなきゃいけなかったんで、慌てて帰りますっつって、お酒は途中で止めてたんですけど、ギリギリで空港入りしたんで、今日は一日眠いです。だからいつも以上にテンションが低い淡々と語る動画になるんじゃないかと思うけど、こういう時に突然現れるこのトップのね凄さをお見せできたらいいけどな。その当時よく飲んでた人たちは、みんな経営者だったんですけど、6人ぐらいで集まって飲んだりゴルフしたりって関係だったんですけど、6人中3人ぐらいはその後の事業がねダメになっちゃったり、いろんな事情でもう銀座にはいないような状況になってる感じでしたね。自分含めて残り3人はその当時よりはさらに成長したっていうのかな、いろんな意味で。それを称えつつ、消えてしまったというかいなくなってしまった3人の
なんか近況だったり、やっぱりなんでそうなっちゃったかっていう話をねしてる時に、一人は不義理っていうのかな。不義理ってね、割とどんな人でもされることはたくさん経験があるだろうし、したことがある人も過ちとしてあるだろうけど、不義理ってすごいもったいないよねって話をしてて、一瞬の目先の欲だったり、なんか面倒くささだったり、不義理したことでいろんなものを失うんですよね。それこそ昨日言ってたのは、不義理さえしないでちゃんと生きてたら、そんなにこの日本社会って悪いことにならないよねって話で、むしろ成功するしないはまあちょっと別としても、まともなそこそこいい感じになるのはもう不義理するしないじゃだけじゃないみたいな話をしてましたね。で確かにその人たちが言うエピソードトークで、確かにそうだよなみたいなことは思ってたり、自分も不義理って気づかないでやってるケースもあるんで、自分ちょっと天然なんで不義理しないように一生懸命努めて生きてるつもりなんですけど、知らず知らずに割とやりがちなタイプで、自分だけだったら不義理になっちゃうところを達郎がねフォローしてくれてたり、達郎が話し通した方がいいんじゃないですかとか、そうだったそうだったみたいな感じだったり、救われて、無駄にしないでいい不義理をねしないで済んだなっていうこともね思ってたり、そんな話もしてましたね。騙してやろうっつって不義理をする人って一定数いるけど、そんなに多くないんだけど、実はその無意識に不義理なことになってるっていうのは結構多くて、本人気づいてないけど、本人目先とかそれ以上のなんか理由があるような感じで見えてないけど、不義理された側からするとなんだかなみたいなことってもう山ほどあるじゃないですか。あれはすごいもったいないよなっていう話ですよね。であとは自分も自覚があるんで、本当にこの人は失いたくないって人にはその先に不義理を謝っとく作戦っていうのを結構やるんですけど、要は自分がそういう人間でちょっと一瞬天然っぽい動きとかでっていうことをしてしまうと、だけど絶対そこに他意はないし、すみませんっつって3回分ぐらい謝らしといてくださいっつって先によく謝ってますね。そうするとそこは笑い話なんですけど、そのうちそういうことがあった時にこれ言ってたやつじゃんっつって、そこで笑い話になるんですよね。まさちが言ってたわっつって許してもらえるっていうんですかね。逆に連絡来たりして、でやっぱりやっちゃってましたがすいませんってなったりで、助けられてきた人生です。俺もちょっとずつ動こうこれ生まれて初めてやるこのスタイル。島根バケツテクテクキャストランガン。じゃあ続いてブルブルでテスト中の細棒ですね。細棒155でももう細くないんで名前変えたいと思ってますけど、もういいね。これでいいんだけど、なんかさらにもう一つ作ったって言ってましたね。なるさ、これちょっとテストしてくんない？前回これ投げて全然使えねえクソルアーだって言ってたじゃんそんな言い方はしてませんだいぶ改善したんで使ってみてください。後で感想聞かせて。さて渡してしまったのでジョイクロマグナムでいきます。どう？だいぶ絡まなくなったでしょそうですね。絡まんくはなった。う。ふざけんなとは思わなくなった。はい。なんか早い時がいい時と、なんか一回一回それぐらいの方がやっぱいいなって時もあったり、なんかその日のリズムがあるんだよね。突然方向変えることがすごい大事。ジャーキングもそうなんだけど、ずーっと一定じゃあんまり良くないですか？右向いてたのが左向く時のターンの鋭さっていうのかな、急加速と緩やかな減速、これでやってるとね、突然80ぐらいのがバボーンって出るんで、この静寂の中でそれ一回体験してみんなハマってこれしかやらなくなっちゃう人たちがあさって会う人たちとか、なるほそういう病気ですね。比較的つける薬がないっていうのね浜さんもそればっかやってるからね。さあちょっと下行きますよ。じゃあのどかでいい。今日はね午後からみんな大好きこの地域のブルブルサポーター来るんで合流して3人でやります。
午前中だけなると2人で田舎の少年みたいな。さっきからですね、人の身長ぐらいのとこ雲の糸みたいな宙を浮いてたくさん飛んでんですよ。植物が出した鳥、雲の糸顔にかかったらふしゃふしゃってなって、気持ち悪いあれの一本がぷわーってずっと飛んでんですよね。たくさんたまたま切れた雲の糸じゃないですね。あれなんで飛んでんの。初めて見る。草から出てんじゃないかな。草がそんな糸出すかな。知ってますか皆さん。何が飛んでんだろう。紐になんかたまに葉っぱがついてたり。これ映ってないよな。そのうち顔につきそうなぐらい。なんもないね。えさっきからさ、雲の糸が一本だけ飛んでるじゃん。見た？雲の糸いっぱい飛んでる。あ、何？あれロープ、ロープとかあるじゃないですか。うん、こうめっちゃ雲の張ってて投げるためにこう待ってる。投げるたびになんか投げたら多分通ったりしたらさーってなってわーって。なるが散らしてんの？私が散らしてる。いや俺こんな自然現象初めて見たっつって、植物がこんななんか糸ピュって出さないよなと思って、なんでこんな風にたくさん飛んでますねなんて今実況してたんだよ。まさかクモの巣を散らしてるやつが風上に。なんかおかしい、クモの巣が待ってるぞと思って、これ通るためにあ、ここにあるってこと？いや、なんかロープとかあ、なんかこう投げたりとこうアンダーで投げたりとかしたら、待ってそれがなんかそれがね局所的現象だったんですね。いやしかも綺麗に飛んでくじゃん。なんだろうあれは一体っつって、初めてみんなこんな現象なんて思ってたら、どうしようか、ダメだね。移動してみますか。いやー面白いことするね。自覚なくそうなってるってことね。じゃあこの辺でやりましょう。2箇所目、ビッグゲーム用ジャークベイトサードテスト、19センチ 61グラム。ガチペン200ですね。上の電線中で。じゃあフォースガイル 160F です。続きます。ただ持ちでこんな感じのフロントを重くして S 字のピッチを同じ 1m だったら 1.5 回だったのが 2.5 回 S 字描くようなピッチに変更しました。あとはちょっとラトルが入ったり、そのくらいですかね。青物のダイビングペンシル引くような動きっていうんですかね。大きな S 字を1回描いて、その後の抜きアクションでふわーって流れたように S 字を描くんですけど、それがすんごいハマってて、東京湾のボートで釣ってる人は多分ほとんどそんなアクションじゃないかと思うんですけど、疲れないのとほぼ水面直下にあるんで、バイトは水柱伴う時が多いですね。さあ時間かな。時間だ、行かないと。これラスト1投。さあご飯食べて、その後京也君と今度3人で日が暮れるまで回りたいと思います。1本ぐらい釣りたいね、おかっぱりでね。はい、京也君です。こんにちは。じゃあ入りましょう。なぎです。石川以来でしたね。見ました石川の。見たくなかったんですけども、どんな感想？メンタルで崩された感じで、自分の釣りが全くできなかった。やっぱりバトルになると変なプレッシャーがやっぱりわかる。かけた本数、特に京也君が最初にかけてるケースあったじゃん。あれ取ってたら、俺とユースケも当然さ、スコアわかんないなり僅差だってずっと言ってたじゃん。本当にあんだけのスコア差になったけど、それ以上にやっぱ魚のヒットとかバイトはそんな変わんないんだよね。自爆したっていう。
キャ君は3つぐらいバラしたの。つぐらいですね、あれをまあ3つ取れるのは無理としても2つぐらい取ってると全然展開が違う、ムードが違うからね、追い込まれた状況でのランディングみたいなイメージ持ってたり、もしくは逆にどんな時でも落ち着いてランディングする訓練とかね、課題が見えて面白いでしょ。なんかやる気が再充電するっていうかね、次の日もうから頑張って毎日の日にね、暑い日の組み立て方っていうのを、うん今回しっかり勉強になったので、放送を見て俺からしたらメンタルやられなくてもいいのにシチュエーションにやられてんなって思ったの。そんなに差がないしバイトとかチャンスは一緒だからわずかな差で勝敗が決まると思ってたんでメンタル勝負を仕掛けててさ、いい勉強になりましねた。頑張ってください、引き続きね。はい。さあうなぎですよ、うなぎ楽しみですね。うなぎの直前にみたらし団子食べてませんでしたか？お腹空きすぎては全然影響なし。い普通に釣りしたんです。楽しみです。来ました。ドーン。これはうまそう。うわ。うわ。一口いってみてください。いいから早く食え。出た拍手。美味しい時美味しい。と釣った後拍手するんだよね、なぜか。癖かも。教育よっぽどいいリアクションしないとカットされる。女子の後だとふーとか言わないと。私いただきます。うわ、これはうまそうだ。村岡さんリアクションでしないしない。ごちそうさまでした。じゃあ行きましょう。はい。はい。さあ来ました。地合いっぽくなってきました。このルアーバケツ持ってっていい？こっちはみんな並んでますね。他にもアングラーが3、4人。頑張って1本釣るんだよ。ちょっと遊びに来ました。2月のはいフィッシングショーでお目にかかったんですけど、あ行列ができてて、はいできなかったんですね。ありがとうございます。細場ですね。1号5、50番目のプロと50だって試行錯誤してます。もう3年目ずっと瞑想してるけどやっとまあ見えてきたかなって。釣れるのはもう釣れてるんですけども、優位性があるかっていうのかな、差別感があるかとかね、特徴があるかとか、そういったとこを投げ込んでいかないと分かんないんで、いいですね。大山のもう冠雪してますね。11月今日は20日。自分は母方が新潟だったんで、日本海側のねなんか冬の訪れをよくおばあちゃんから聞いてたけど、雷が鳴るんだそうですね。太平洋側の人からするとちょっとピンとこないけど、雷が鳴ると冬が始まるらしいですよ。雷あられみたいな恐ろしい天気があって、そうすると冬が始まるぞっつって、そこから雪になってくるらしいです。ターン中に1回跳ねるのが特徴ですね。ちょっとしたお腹の形状で水面飛び出そうとして飛び出せずに潜ってくんで、さあ最近でかいの釣って調子いいというか調子に乗ってると噂の、なるみさん見せてください。これ地合いでしょ、この流れは。フルキャストしたとこはライン入ってると思った。当たった？おお。カメラを回ると釣れないんです。そこを釣るからプロなんですよ。10分ぐらいそのままにしてもらって釣れますので。あ、来た来た来た。来たね。今日はパイセンが。ちょっと邪魔です。なんで？お、パイセン、フォルテン、本店 PG のトレード中。脳筋で、ノージャーキノージャーキー、はい80メーターぐらい先、ボトムの方で組んだコーンって。ー。落としてちょっとふわふわふわと。もうでもいいじゃないですか。マリさんごめん、2サイズだったわ。太いね、かっこいい背びれが。やばー、かっ
こいいね。綺麗だよね。この鈴木は本当背びれも。あ、なるヒット、なるヒット。助役はここで。来ましたね。来ました。お、いいじゃん、かっこいい。はい、おい。はい、可愛い。いいね釣れました。とりあえず今日の最初の映った魚、おめでとうございますありが。とうございます。46 46。 46センチ。50目指します。うおー、63。 63。いいね、かっこいいな。いいよね、この背びれ。かっこいいですね。ホルテンで。ポルテンおー PG のブレードチューンです。はい、おめでとうございます。これ差し込んできた潮の地合だから2時間ぐらい続くの、もしかして。マジか、すげえな。こうでしょ。12345本ぐらいかな。1本15分、1時間20分ぐらいかな、日没まで。お、速攻ヒットなる2本目。いいね、サイズアップ。なるちゃん2本目。なんかだよ。今日やっぱり。これああ、お得意のはい、ちょっと貸してくれよ。鳥天。おお、いいサイズ。66。いいね、調子いいですね、最近。最近調子よしです。ドヤ顔。人のポルテ奪ってね、罪悪感とかないんですか。ないですよ。感謝しかないです。感謝してんだ。感謝してます。ありがとうございます。おう、やっぱカメラ。あら。ほらね、もうちょい。あ、スティングレイ、なる大好きスティングレイ。筋トレ筋トレ。GT だ、GT だと思って、GT だと思って。引いて巻く、そう引いて張り付いちゃうとどんどん大きい出ちゃうから。 P1.2 か。いいです。手前は切られるから竿立てないとだけど、遠くにいるうちはもう竿立てる必要ないから、揺らしてもう巻いていくしかないね。よし、バイバイ。プショープショーとか言って、あいつらきっとね、木星から来たんだと思う。呼吸の仕方怪しいもん。地球の生き物じゃねえ。なる、今度さ、タモ入れ一人でやってみる企画に続いてさ、一人で外してみる企画やってみようよ。嫌やな。一人の時かかったらできないとダメじゃん。簡単、コツは刺されなきゃ OK だから。失敗できないですね。失敗できない。 0点とか言って刺されて0点とか言ったらもうその日終わりだよ。明日のボートが楽しみだ。風が吹いたら温泉とカニですよ。でも釣りの方がいいでしょ。でもワンチャンめちゃくちゃ風吹いて、もう本当に残念で仕方ないから、温泉とカニならまあいいかって感じでしょ。カニ美味しいからな、この時期の山陰のね、ハイシーズン。釣れてる。あれが1本ちっちゃいの。私はトップ縛りな、ビッグベイト縛りなんでダメかもしれませんが、いいのです。この秋ね、シーバスはもう山ほど釣ってるんで、欲しいのはサイズか興奮ですね。感動、釣りたいのは感動だ。60メーターちょっとは飛ばせるんですけど、これ以上は怖くてっていうか、ちょっと肩痛くて、明日から本番なんで今日はこのぐらいにしておきます。日没です。いい夕日だね。わお、綺麗。こうやってデータを読み込んでデータが取れるのは面白い。昨日の夜ほとんど寝てないからめちゃくちゃ眠い。今日は早く寝ないと明日も早いから、明日から本番です。もうやる。あら、外れてる。逆に俺にも5投さして5投10投チャレンジでいい。10投チャレンジ10投チャレンジ。
当たる。杭が立ってる。2投目。もう3投目空振り。さあ4投目。なるクロスしてる。なるクロスしてる。俺もヒットだ。うん、そっち。俺が下。多分俺の方が大きいよ。50センチだ。4投目。ん？下だ。下通して、下。おお。あ、取れちゃった。4投目ヒットでした。認定半分ジェット。5投目。さっきの認定ジェットにすればよかった。お、当たった。ボールでくる。もうね。7投目次。あと4投。やばい。追い込まれたな。よっしゃ。当たりがある釣りって楽しいな。飲んで。8投目。よいしょ。あと3投。飲んで。あと2投。さっきのナルをかわしてる時にポロンと取れちゃう。石見てる。いや、これはナルのせいです。9投目。飛んだ。今日一飛ばして。90m 級キャスト。当たった。乗らなかった。さあ次ラスト。当たる。当たんないな。この辺当たるんだけど朝晩に入ってしまった。隣の人釣った。しく愛嬌役ありがとう。10投チャレンジ終了です。キャッチ疑惑1本ってところでメタル系は難しいよね。バラシが多いんで綺麗な夕日です。という中でなるみちゃんのヒットシーンを夕日のこれでこの動画終わりたいと思います。はい、さあこの後バラしたでしょうか、キャッチできるでしょうか。視聴者の皆さんコメント欄に。ここまでは本当に取ったキャッチレイ。はい、ということで明日もうとシーバス頑張ります。